これは何でしょうか？分数で良いのなら3秒ぐらいで答えが出せます。小学校の算数では分数を習う前に 2×3 とか 5×9 みたいな掛け算を習ってしまうので、そのせいで掛け算についての固定観念がついてしまって、よくわからなくなっている人が多いようです。掛け算というのは2倍とか3倍とかだけではなく、2等分とか3等分とかの操作も含まれます。だからこの問題を考えるときは、これを何等分して何倍すればこれになるのかなと、そのように考えてみてください。0.23 というのは、0.01 が23個集まってます。そして 0.7 というのは、0.01 が70個集まっています。したがってここを知りたければ、この2つの数字を見ればいいんですね。23を何等分して何倍すれば70になるのか。23等分して一旦1にしてから70倍すればいいですよね。この部分を一言で言うと、かける23分の70です。したがって、ここは23分の70です。普通の解き方は、0.7 割る0.23の筆算だと思いますが、ここから先は単なる作業になってしまいます。覚えている手順を機械的に適用して答えは出せますが、理解というものが欠如しています。もちろんこの筆算をちゃんと理解しながら行うことは可能ですが、そういうのんびりしたことは、特にテストでは誰もしてないと思います。今はちょっと時間があるので、理解優先でこの筆算を行ってみたいと思います。まずどちらも100倍するように習うと思いますが、ちょっとここに0を足しておきますね。これも伸ばしておきます。そうすると、70割る23になります。何かの23個分を何倍したら、その何かの70個分になるのか。3倍すると、69個分になります。あと1個分表現できませんでした。この69は、3が23個分と捉えた方が良いかもしれません。ここに小数点を打ちます。ここにも小数点を打っておきます。0も書いておきます。ここに0を書いて、10になります。何が10個あるのかというと、0.1 です。例えばここ2にすると、0.2 が23個分で、0.1 が46個分になります。それはこれをかなりオーバーしてます。ここ1にしても、0.1 が23個分で、10個分をオーバーしてます。したがってここは0になります。そしてここを 0.01 の100個分と捉え直します。ここにも0を書いておきますね。例えばここを4にすると、0.04 が23個分、つまり0.01 が92個分です。引き算すると、まだ表現できない0.018個分がここに出てきます。結局この筆算は何をしているのかというと、この70の中に、まず23が何個分あるか調べて、今回は3個分だったので、23×3 は69で、1だけまだ表現できていません。その1の中に今度は 2.3 が何回入っているかを調べて、今回は入っていなかった。こっちは3ですね。ちょっとここでやめますけど、そういう感じの作業なので、難しいです。答えが分数でいいなら、このような割り算を最初に思い浮かべるのではなくて、23等分して70倍すればいいだけだなと考えた方がスッキリしていると思います。ありがとうございました。